74年、ある会社が株式市場に名前を置き続けた年数です。何の会社かはまだ申しません。一つだけ先に言えることがあります。この74年は倒産で終わったのではありません。第21期、金銭脱殻。セミが殻を脱ぐ話です。この話は3つの色で進みます。灰は殻。上場企業としての姿のことです。金は実態。事業の中身そのもの。そして白は時間。この話では時間そのものが代価になります。色の意味は最後まで変わりません。2015年、不正会計が発覚しました。2008年から2014年度の第3四半期にかけて利益が水増しされていた。修正額は1518億円。これは税引き前利益の修正額という定義の数字です。歴代の経営トップ3人が責任を取って辞任しました。先に、この話で一番誤解されやすいことを申し上げます。上場廃止は経営破綻ではありません。会社が潰れたわけではない。株式市場から名前が消えただけです。では、何が起きたのか。殻と実態の話をします。2017年、アメリカの原子力孤児会社、ウェスティングハウスが経営破綻します。その損失で、親会社が債務超過に陥りました。東証1部から2部へ降格。そして、債務超過を避けるために、6000億円規模の増資を行います。殻を保つために株主を増やしました。次に、稼ぎ頭を切り離します。半導体メモリの事業を分社し、持ち込りました。東芝メモリ株式会社を作りました。後のキオクシアです。2018年6月1日、ベインキャピタルが主導する KK パンゲアへ譲渡が完了します。ただし、完全に手放したわけではありません。同時に3505億円を再出資し、持ち分を残しました。画面に一本の線が引かれます。2015年、不正会計の発覚。2017年、債務超過と降格。2018年、稼ぎ頭の譲渡。そして2023年、上場廃止。8年です。この8年の間、会社の名前は変わっていません。看板も本社もそのままでした。変わっていったのは殻の中身の方です。脱ぐと決まるまでにも時間がかかりました。2021年、海外投資ファンドからの買収提案。2022年、戦略的な選択肢の公募。そして2023年9月21日、日本産業パートナーズを中心とする国内連合による株式公開買い付けが成立します。応募は 78.65%。成立要件は 66.7% でした。ここまでを一つの問いにします。脱ぐと決めてから脱ぎ終わるまでにセミは何を失うのか。セミは殻を脱げば身軽になります。しかし、脱いでいる間は無防備です。そして、脱ぐには時間がかかります。36系の第4部、混戦系。戦線が乱れ、敵味方が入り混じった局面のための6系です。第19系、不定中心。第20系、昏睡母業。第21系、金銭脱殻。第22系、関門即属。第23系、円行均衡。第24系、稼働抜角。今日はその3つ目を読みます。K の構造は3つの動きでできています。殻を決めよ。脱ぐのは姿であって中身ではありません。何を殻とみなすかを先に決める。実体を移せ。脱ぐ前に中身が別の器へ入っていること。順番が逆だと殻の解体になります。そして3つ目。脱ぐ時間を数えよ。企業の殻は素早くは脱げません。情景から入ります。木の幹に抜け殻が残っています。足も背も目の形まで残っている。形は完全にセミのままです。触れなければそこに何もいないとはわかりません。CL-EP21 クラシック。少し離れてみます。遠くから見ればまだそこにセミがいるように見えます。この形の要はそこにあります。姿が残っていれば
抜けたことに誰も気づきません。その隙に本体は移動を終えています。CLEP21 クラシック1。視点を本体の方へ移します。本体はすでに別の枝にいます。ただし、ここで一つ見落とされがちなことがあります。脱いだばかりのセミは抜け殻よりも小さいのです。殻は脱ぐ前の大きさのまま残る。中身は脱ぐ過程で削られている。残った形と生きている実体は同じ大きさではありません。2023年12月20日、上場廃止。74年が終わりました。そして3年後、2026年3月期の決算です。キオクシア株の売却益と再評価益として、2兆2770億円を計上。純利益はおよそ1兆9673億円。過去最高を大幅に更新しました。ただし、これは営業で稼いだ利益ではありません。手放したはずのものが大きくなって戻ってきた。この K が払わせたものを3つ数えます。1つ目は時間です。8年の間、会社はずっと脱いでいる途中でした。脱ぎかけのセミは飛べません。2つ目は中身そのものです。増資で株主を増やし、稼ぎ頭を譲り、また買い戻す。その度に削られたのは殻ではなく実体の方でした。そして3つ目、これが一番静かな代価です。株式公開買い付けに応じなかった株主には、1株4620円が交付されました。その人たちは3年後の1兆9000億円を受け取っていません。K が成功したかどうかは誰の側から数えるかで変わります。この8年を成功と呼ぶことも失敗と呼ぶこともできます。どちらの言い方も半分しか当たりません。画面の1行が言っているのは2つを混ぜるなということです。到達した場所の良し悪しとそこへ行くために支払ったものは別々に数える。一緒に数えるとどちらも見えなくなります。残った形を見て同じ会社だということも、中身を見て別物になったということも、どちらも正しい。セミは殻を残して枝を移りました。その枝が良い枝だったかは殻を見ていてもわかりません。次回第22形、関門即属。門を閉じて属を捉える話です。殻は姿のまま残る。実体は脱ぐ間に削られる。そして時間だけが誰にも帰りません。